はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。米国の大統領選挙が終わりまして、トランプさんがですね、大統領になったわけです。で、それによって、相場大きく動きましたよね。で、今日の動画では、現状認識とですね、今後注意するべきポイントについて、結構多くのインデックスをですね、今日は取り扱っていきたいと思います。為替の方もドル円だけではなくて、ユーロ円についてもお話ししていこうというふうに思います。ぜひ最後までご視聴いただければ幸いです。米国の指数はですね、現状、ダウ、ナスダック100、ナスダック総合指数、S&P500、すべてでですね、月足、週足、日足の3つのローソク足で上昇トレンドになっています。ですから、現状気をつけるべきポイントというのは、どこまで上昇するかっていう目標値を考えることよりも、どうなったらその上昇が終わってしまうのかっていうことに注目して見ていくべきなわけですね。月足の方で言うと、ナスダックもダウも S&P500 も全部ですね、今年の8月の安値を割り込まない限り月足の上昇トレンドが継続しているということになるわけです。現在のですね、相場水準からすると、10% 以上下落しないとそこまでいかないので、月足というレベルで考えたとき、そこのポイントだけ重視して見ていけばいいということです。一方ですね、そんなに長い期間ではなくて短期売買をしている人にとって重要なポイントは、週足になりますから、週足の主要な安値ですね。が割り込むかどうかということを見ていけばいいということです。ナスダック100でいうと、現物の方ですと、ここですよね。直近の主要な安値、19,880ポイントになりますから、そこを割り込むと週足の方で上昇トレンドが終了するということになります。なので、できるだけ早く上昇から降りようと思うっていう方はですね、週足の主要な安値を押さえておけばいいと。それはダウも一緒ですよね。ダウにしても、S&P500 にしても、直近の主要な安値を割り込むと週足の上昇トレンドが終了したことになりますから、そこだけ押さえて見ていけばいいということです。ですから、ダウもですね、ナスダックも S&P500 も、非常に分かりやすくて単純な状況ですから、主要な安値に注意して相場の上昇についていけばいいということになるわけです。で、今回ですね、ラッセルがですね、非常に大きく上昇したんですよね。11月6日にですね、5.84% も上昇しています。で、なんでかというと、トランプさんの政策にですね、減税がありますよね。で、減税っていうことから考えると、小型株っていうのは、総じてですね、国内売上高比率が高いんですよね。ですから、減税の恩恵が大きいんじゃないかっていうことで、6日の日にですね、6% 近い上昇になっているということです。で、月足の方を見てみますと、ラッセルはですね、市場最高値に迫ってるんですよね。で、市場最高値に迫ってるということは、そこを超えたらさらに上昇していきやすいということなんで、わけですから、まず市場最高値を超えていけるかどうかということに注目して見ていけばいいですし、超えていった場合はですね、過去のダウとか、過去のですね、あらゆるインデックスがそうですけども、市場最高値を超えていくと、さらに上昇していきやすいので、ラッセルの買いポジションをね、しばらく持っておくのも面白いんじゃないかなというふうに思いますね。で、米国はですね、以上ででして、米国がですね、買われている一方で、その他のですね、国のインデックスっていうのは、売られてるんですよね。例えば日経平均なんですけれども、週末にかけてですね、売られてしまいましたよね、結局。で、日足で言うと、前回の YouTube で申し上げた通りなんですけども、三尊天井になりかけてるんですよ。前回の YouTube では、確かここら辺だったんですよね、ここら辺で。で、ネックライン割り込むかどうかっていうところから一旦戻りました。戻ったんですけど、結局、三尊天井が否定されるこの高値を超えることができずにまた売られてしまってるんですよ、今。そうすると、やっぱりこの三尊天井って意識せざるを得なくなってきて、このネックラインをですね、割り込むような下落になってしまうと、日経平均ですね、ちょっと大きく下落してしまう可能性が出てくるということです。なぜかというと、三尊天井の目標値っていうのは、この頭の高値からこのネックラインまでの距離分下落するっていうふうに、テクニカルでは一般的に言われているので、そうすると3万5千円を下抜ける水準まで売られてしまう可能性が出てくるからということですね。ですから、三尊天井が否定されるかどうかが非常に重要なわけですから、それはつまり10月15日の高値ですね。この頭になっているのが10月15日の高値ですから、この10月15日の高値を超えられずに、10月28日の安値をこうですね、ここを割り込むかどうかっていうことに注目して見ていく必要があるということです。で、逆に言うと、それ以外のポイントですよね。10月15日の高値47,300円と、10月28日の安値37,550円の間、約3,000円ぐらいの間ですけど、この3,000円ぐらいの間でどんなに上下動して、どんな波動になっても、正直あんまり関係ないということですね。今はこの三尊天井が完成するのか、それとも否定される上昇になるのかっていうこと、そこだけが重要だということです。
で、ヨーロッパの方のインデックスも売られていてですね、今回、DAX だけ見ておくんですけれども、DAX もですね、これ日足なんですけれども、DAX はですね、月足だとですね、史上最高値をね、更新してからちょっと上値が重くなっているんですけども、日足で見るとですね、こちらも日経平均と同じで、三尊天井になっちゃってるんですよ。こういう形ですね。で、一旦ちょっとネックラインを割り込んだんですね。一旦ネックラインを割り込む動きが起こりました。ほんのわずかなんですけど、ネックラインをですね、ちょっと割り込んだんです。11月6日の日に。ですからそこから戻ったんですよね。で、結局戻ったんですけど、また売られてます。そうすると、本格的にネックラインをですね、ちゃんと割り込んでくるかどうかっていうことがポイントになってきますから、そういう意味では、ちゃんと割り込んだかどうかを確認するためには、このネックの一番低い方の安値、こちらですよね。こちらの安値が、10月8日の安値なんですけど、19,049なんですけども、ここを割り込むかどうかに注目して見ておく必要がありますね。でそうすると、ドイツの DAX も同様、日経平均と同様にですね、このネックライン、頭からネックラインまでの距離分、下落してしまう可能性がありますので、18,300ポイントぐらいですかね、ぐらいまで下落してしまう可能性があるということです。これあくまでも三尊天井が出来上がったらっていう話ですからね。で、指数もう一つ、香港の方ですね、ちょっと見ておこうと思うんですけども、反戦指数先物なんですけれども、こちらですね、日足のね、エントリーポイントとして、こういう主要なね、高値超えっていうことをね、YouTube でも申し上げてたんですけども、残念ながらね、主要な高値超えたものの、そこから売られたんですよね。結果として主要な安値をですね、割り込むような下落になってしまいました。これはですね、ちょっと分析外しちゃったので申し訳ないと思っています。現状はですね、そうすると、さらにこの安値ですよね。こちらの10月18日の安値を割り込んでしまうと、下落の N 波動が継続していくと、いうことになりまして、なかなか今ちょっと香港の方を、ちょっとレンジっぽい動きにもなっているので、ちょっと手を出しづらいなというふうに思いますね。で、ですね、インドのですね、センセックス指数なんですけども、これも前回の動画で申し上げていたんですけど、直近の主要な安値ですね、割り込んじゃったんですよね。ですからずっと長く続いていたインドの月足の上昇トレンドが一旦終了したことになるんですね。で、まだ今高値圏にあるので、ちょっと下髭で戻ってますけれども、チャート上は重要なポイントを下抜けてしまったので、今後、今下髭にはなってますけれども、再度ですね、史上最高値をですね、超えない限りは、大きく下落することを警戒しておく必要があるということです。長期の上昇トレンドが終わった後って、一旦結構粘ったりすることっていうのは、あるんですよね。それはナスダック100でも同様で、過去のナスダック100でもそうですけど、こちら直近の主要な安値を2022年の1月に下抜けて上昇トレンドが終わってるんですけども、その月は結局下髭で戻ってます。ですが結局翌月2月になってからまた再度下落していって、ただ3月にまた戻ってきたんですけど、結局また売られるという展開になっちゃったわけですよね。ですから、インドのセンセックス指数ですね、一旦利確しておいた方が無難なんじゃないかなと思いますね。で、また再度ですね、上昇してきて、月足の方で上昇トレンドが始まったら、また買いエントリーしていけばいいというふうに思いますね。で、最後に為替の方行くんですけども、今、ドル円相場は月足ではトレンドがない状況だっていうのが先週のお話でした。では、週足ではどうなっているかというとですね、こちらの安値から、上昇、調整、上昇、調整、上昇というふうになってまして、週足では今上昇のですね、5波動目に入っているんですね。で、5波動目に入っているんですけれども、上昇のっていうのは円安のトレンドっていう意味なんですけども、直近の主要な安値がですね、こちらなんですよね。つまり、151円28銭ぐらいなんです。今の相場水準に結構近いんですよ。そうなるとですね、明日から始まる月曜日の相場でもし円高が進んでしまって、この直近の主要な安値を割り込むということになるとすると、週足のですね、上昇トレンド、つまり円安トレンドが一旦終わるっていうことになってしまうんですよ。そういうですね、今結構非常に重要なポイントに来てます。金曜日のですね、終値とこの主要な安値、どのぐらい差があるかというと、金曜日の終値の段階で言うと、1円35銭ぐらいの差になっています。今、ボラティティが高くなっていますから、結構ですね、ここまで来週の相場でね、来てしまう可能性もあるので、そうすると、週足の円安トレンドが一旦終わってしまうということになりますから、直近の主要な安値ですね、こちら、151円28銭を下抜けるかどうかっていうポイントに注目して、来週の相場を見ていく必要があるということです。で、ユーロドルですね、ドル高の方がですね、進んでいるわけですけれども、
月足のですね、トレンドで見たとき、ユーロドルの相場ってどうなってるかというと、月足の下落トレンドになってるんですね。下落トレンドっていうのは、要はドル高トレンドと言えばいいですね。で、ちょっとざっくりと引くんですけど、こういうチャートになってるんですよ。ですから、主要な高値、月足の主要な高値、ここなんですよね。今はまだ月足のドル高トレンドが継続中で、調整が非常に長く続いている。このように、非常に1年以上にわたって調整が続いているという状況なんですね。ですから、1年以上にわたって、ちょっとレンジになっていた調整がですね、終了して、ドル高の方にですね、行く可能性が出てきているということですね。そうすると、そもそも月足ではドル高トレンドになっているので、非常に大きくですね、ドル高が進んでいく可能性が出てくるということです。ただそれも、現状ではこのレンジのところをですね、ちゃんと抜けていけるかどうかっていうところがポイントになってますから、2023年10月のこの安値ですね。ここを下抜けるような展開になってくると、再度ですね、直近の最安値であるこの水準までですね、ドル高が進んでいく可能性が出てきてしまうということです。現状ではまだ調整のレンジが続いているという認識になりますから、そのレンジをですね、下にブレイクしていくかどうかということがポイントになりますし、逆に上にブレイクしていった場合は、ドル高トレンドが終わる直近の主要な高値を超えるような動きになってきますので、ユーロドルのですね、月足というレベルでの長期的なトレンドの話で言うと、今のレンジをですね、どっちに抜けるかで、方向性が結構明確に決まってくるということになります。はい、今回の動画面白かったと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価の方、ぜひよろしくお願いいたします。では引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。